おはようございます。ケンです。先日デジタルオプティマスのお話をしましたが、その続編です。イーロン・マスクさんがある発言をしました。それは、これからテスラ社は AI コンピューターになるというものです。これだけを聞くと少し大げさに聞こえるかもしれません。しかし、今回の一連の発言をよく見ていくと、テスラが考えている未来のビジネスモデルが少し見えてきます。はい、ということで、個人的にはかなり面白い今後の将来構成だと思いますので、ぜひ最後までご視聴ください。これは本当以前に将来テスラが Amazon の AWS のようなサービスを提供するっていう話がありましたけれども、それが一層具体的になりつつあるという話です。では内容に入っていきます。まず最初に紹介したいのがイーロン・マスクさんのこの発言です。AI4 を搭載したすべての車でデジタルオプティマスが動作する。そして車が運転していないとき、あなたの代わりにオフィスの仕事をする可能性がある。つまりどういったことかというと、車がただの移動手段ではなくコンピューターとして働く可能性があるということになります。さらに興味深いのが、この投稿に対してテスラの公式アカウントがコメントした内容です。Teslas will become mobile computer nodes。直訳すると、テスラ社は移動するコンピューティングノードになるという意味です。コンピューティングノードっていうのは AI の世界では計算を行うコンピューターという意味です。つまりテスラが言っているのは、車が AI 計算を行うコンピューターになる可能性があるということです。これは少し未来の話のように聞こえるかもしれませんが、テスラの戦略を考えるとそこまで突飛な話でもないのかもしれません。では、なぜテスラはこのような構想を考えているのか。ここで関係してくるのがテスラと XAI の新しい AI プロジェクトです。イーロン・マスクさんはテスラと XAI が共同で進めている AI プロジェクトについて説明しました。その名前がデジタルオプティマスです。この AI の仕組みは非常に興味深いです。まず、グロックっていう AI があります。これは世界の情報を理解し、判断を行う AI です。そしてもう一つがデジタルオプティマスです。こちらは実際に作業を行う AI です。例えば、コンピューターの画面を理解して、キーボードやマウス操作を行い、実際に仕事を進めていくような AI です。つまり簡単に言うと、グロックが考えて、デジタルオプティマスが手を動かすという構造です。イーロン・マスクさんはこれを人間の思考モデルに例えています。直感的に行動する部分と考えて判断する部分です。この2つの AI が組み合わさることで AI が実際の仕事を行うような仕組みを作ろうとしているんです。そしてここでもう一つ興味深い発言があります。それはデジタルオプティマスがテスラ社の AI4 コンピューターでも動くという点です。AI4 っていうのは現在のテスラ社に搭載されている AI コンピューターです。もしこの構想が実現すると、テスラ社は単なる車ではなく AI コンピューターとしても機能する可能性があります。例えば、車が駐車している時間、夜自宅のガレージに止まっている時間、あるいは充電している時間、こうした時間に車が AI タスクを処理する可能性があるというわけになります。これはまだ構想段階ではありますけれども、もし実現すればかなり面白いモデルになっていきます。さらにもう一つ重要なのがスーパーチャージャーの存在です。イーロン・マスクさんはスーパーチャージャーの拠点には約7ギガワットの電力があると説明しています。そしてその場所にデジタルオプティマスの専用ユニットを設置する可能性についても言及しています。スーパーチャージャーっていうと普通は電気自動車を充電する場所っていうイメージですよね。しかしもしそこに AI 計算の設備が設置されるとすると話は少し変わってきます。世界中にあるテスラの充電ネットワークが AI 計算ネットワークとしても機能する可能性があるからです。つまりテスラは車だけではなく AI のインフラを持つ企業になる可能性もあるということになります。
ここでもう一つのニュースにも触れておきたいと思います。それがテスラとスペース X に関する資本の動きです。報道によると、テスラは XAI への約20億ドルの投資をスペース X の株式に転換することについて規制当局の承認を得たとされています。スペース X っていうのはイーロン・マスクさんが率いる宇宙企業です。そしてスペース X のもう一つの大きな事業がスターリンクです。つまり通信インフラなんです。もしこれを少し広い視点で見た場合には、テスラ、XAI、スペース X という3つの企業が AI を中心に少しずつつながっていく可能性も見えてきます。車、AI、通信、こうした要素が統合されていく可能性があるわけです。では、今回のニュースをどう見るべきなのでしょうか。もちろん、全てがすぐに実現するわけではありません。まだ構想段階の部分も多いと思います。しかし、少なくとも今回の発言から見えてくるのは、テスラが単なる EV メーカーではないということになります。AI、ロボティクス、そしてエネルギー、こうした分野を組み合わせながら全く新しいビジネスモデルを作ろうとしている可能性があります。特にテスラの投資家の視点で見た場合には、今回のニュースはかなり興味深いんじゃないでしょうか。もし車が AI コンピューターとして機能する世界が来るとすれば、テスラのビジネスモデルは今とはかなり変わるかもしれません。車を売る会社から AI インフラを持つ会社へ、そんな可能性も少しずつ見えてきています。もちろんまだ多くのことはこれからだと思いますけれども、イーロン・マスクさんの発言っていうのは時々かなり先の未来を示していることがあります。今回のニュースもテスラの未来を考える上で一つのヒントになるかもしれません。皆さんは今回のニュースどのように感じましたか？テスラ社が AI コンピューターになる未来、もしそんな未来が実現したらかなり面白いと思いませんか？ぜひこのあたりコメントで皆さんの意見も教えていただければと思います。はい、では最後にテスラの株価をチェックしておきましょう。本日はさらに下落して現在392ドルとなっております。はい、では本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえばテスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。通信です。車移動が多い方、必見のサービスモビリティ Wi-Fi モビファイをご存知でしょうか。これは車移動に特化した Wi-Fi なんです。特徴は3つ。1つ目は4つのキャリアを自動切り替えすることができて、どこでもつながりやすいです。2つ目は1日 33GB という圧倒的な大容量です。そして3つ目が端末代初期費用が0円です。社内でも YouTube の視聴だったりお子様のタブレットの利用にも最強の環境が作れます。バッテリー内蔵で持ち運びも OK です。興味のある方は概要欄のリンクから公式サイトを覗かれてみてください。これは僕自身も使っていますけれども、めちゃめちゃいいですね。もうどこでも使えるのでかなり重宝しています。なのでね、興味がある方はぜひ概要欄ご覧ください。はい、では本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。